a través del programa Adulto Mejor que lidera la primera dama Cecilia Moreno. El siguiente panel es un panel internacional que ha viajado bastantes kilómetros para contarnos cómo ha sido su experiencia respecto de este tema de las ciudades amigables con las personas mayores. Un panel que en este caso nos lleva años de ventaja respecto de cómo abordar el envejecimiento y en el cual cuyas personas mayores son sinónimo de mucha sabiduría y experiencia. Por eso entonces queremos conocer cómo han abordado esta temática en las diversas ciudades de Japón. Y nos acompaña el día de hoy, y los vamos a invitar a que vayan pasando acá a la testera, el alcalde de la ciudad de Toyama, Japón, Masashi Mori, a quien quiero que le demos un fuerte aplauso que nos va a entregar el día su presentación. Va a estar también acompañado por la directora de Asuntos de Gobierno del Departamento de Envejecimiento de la TFTA de la ciudad de Nueva York, señora Jenny Ventura. La invitamos también que pueda pasar acá adelante y le damos un cordial aplauso de bienvenida. Y también invitamos al director ejecutivo de Estrategia Avanzada de Promoción de Salud del Ayuntamiento de Fukuoka, Japón, el señor Takuya Nakamura. Un fuerte aplauso también para él. Les reiteramos que al igual como han sido las exposiciones anteriores, van a disponer de 20 minutos para que puedan realizar su exposición. Y cuando lleguen a los 15 minutos, es decir, les falten solo 5, vamos a presentarle la Yellow Card, la tarjeta amarilla, que les va a avisar que ya están cerca del tiempo de finalización. ¿Ya? Entonces, ahora que estamos todos, les recordamos que para estas presentaciones es necesario tener traducción en simultáneo. Para aquellos que no han retirado sus audífonos, en el exterior del salón, con su carnet de identidad, pueden retirar sus audífonos. Dejo entonces, para que nos entregue la experiencia de la ciudad de Toyama, Japón, al alcalde de esta ciudad, el señor Masashi Mori. Un aplauso. Unfortunately, I can't speak Spanish, so please allow me to speak in Japanese if using. まず最初にお礼を申し上げたいと思います。市政府、そして大統領府、さらには世界銀行の皆さん、多くの方のご配慮で、この地へ初めて来ることができました。約30時間弱かかってシドニー経由でやってまいりましたけれども、時差が12時間というのは大変すごく良くて、今は日本では朝の5時ですので、私の96歳の父親と90歳の母親はそろそろ目を覚まし、今日の農作業の準備に入っているかと思います。5時から農作業はしませんが、8時頃なんですね。私66歳ですけれども、不詳の息子は農業を手伝わないでここに来ているという、いささか恥ずかしい思いもないのではありませんが、せっかくの機会ですから、先ほど来の先生方のお話とは若干趣を変えて、僕らは市長という現場の実務者ですので、現場でどういう取り組みを具体的にやっているのかということの実例報告をしていただければというふうに思います。これが日本の人口のこれからの推移ですけれども、日本は2008年をピークに人口が減少に入っています。もう毎年減ってます。人口が減っていく中で、年齢の高齢者の割合が大きくなって、生産労働人口が大きく減っていくということです。したがって今日も日本の国会では、外国人労働者をどの程度入れるのかというような議論が盛んに行われています。この人口減少を止めることはおそらくできません。さらにですね、加えて、それぞれの地方都市には、この人口減少と超高齢社会から始まって、さまざまな現代的な課題を抱えています。例えば過度な自動車依存という社会を作ってきたのをどう改めるのかとか、寿命は伸びてもいいんですが、健康寿命をどう伸ばすかということなのでございます。それについて、私どもトヨタ市が15年ほど前から次のようなビジョンを持っていました。一つは、
富山が大変恵まれていまして、この富山駅を中心に公共交通網が富山駅に一極結節をしています。交通結節点が複数あるのではなくて、すべてのバス路線も富山から出て富山駅へ帰る。鉄道も路面電車もそうなっています。したがって、交通をもっと使いやすいものにすれば、暮らしやすい社会になる。90歳を過ぎて車に頼れなくなっても、なんとか移動ができる。それが一番目の柱です。ポイントはですね、本来人形である交通に積極的に公費投入をしてきたことがポイントです。2つ目は、交通の便利なところに住む人を緩やかに誘導する。最近何をやっているかというと、補助金を出しています。駅から500メートル以内に引っ越した人に補助金を出す。駅から800メートルのところに引っ越した人に1円も出さないという不公平極まりないことをやってるわけですが、しかし、そうまでしても緩やかに交通の便利なところに住む人を増やさないと、将来大変困るという人がたくさん出てくることになります。で、3番目は、中心部を魅力的にするということです。この3つを同時に進めてまいりました。まずは LRT によるネットワークです。今、市内のあちこちに、こういう LRT のネットワークが完成していまして、高齢者から子どもまで大変便利に暮らしています。実は以前は鉄道であった路線もあります。鉄道であったときはホームがあって階段があって改札がありましたが、今路面電車ですのでフラットに乗れます。こういうふうに便利にしたところ、青が鉄道で、赤が今の時代です。ここが鉄道の時代で、平成のこの年から LRT にされましたけれども、利用者が2倍強に増えています。沿線の人口が増えていないのに利用者が2倍になったということは、以前は乗らなかった人が乗り出したということになります。それは、昼の時間帯に50代、60代、70代の人が乗るようになった。特に65歳以上の人は1回100円、単位、円でしか言えませんが、うまく翻訳してみてください。100円で乗れるということです。未就学児は無料ですので、おばあちゃんはお子さんを連れて100円で1日こもりができるという楽しい社会が実現したということになります。何よりもですね、公共交通を中心に暮らしていくと、お酒が飲めます。昼からビールを楽しむということができるという正しい社会がそこに実現しているということです。で、2番目の柱ですが、この水色の部分が中心になり、そこから放射線上に発生しているのは交通便利地帯です。この水色と茶色の部分に住む人を緩やかに増やそうというのが私たちの計画でした。で、計画当初、全市民の 28% がここに住んでいました。目標は 42% です。で、公害所有を全否定しているわけじゃありません。私の両親も私もこの住んでいますので、我が家の梨畑を経営していますので、どうしても畑から離れられない。それぞれ事情はありますが、しかし現在 38.6% を居住推奨エリアにシフトしてきています。このことによって、都市の維持管理コストを抑えることができる。例えば、ゴミの収集する範囲を広がり続けることを止めることができる。下水道の延長も伸び続けることを止めることができる。これが将来市民に対する今の時代を生きる私たちの責任だろうというふうに思っています。30年後の市民の利益のために、今の私たちが我慢するとか我慢しながら、しかし住みよい街をみんなで作っていく。これが大事なことだというふうに思います。で、結果はどうなったかということですが、この水色の中心部は12年間ほど転入超過が続いています。それから茶色の部分もいよいよ転入超過に転じました。で、それでは人口はということになりますが、昨年日本の人口は 0.3% 落ちました。富山市の人口も落ちましたが、0.31% に住んでいます。東京の人口吸引力はものすごいものがあります。したがって東京中心の人口は落ちていません。日本の人口減少は東京以外に落ちたわけですので、東京以外に
福岡市のような大きなところもあんまり落ちてきています。そういうメガシティは人口が増えているわけですけども、中小の私たちの自治体が人口減少率が全国平均にとどまったということは、極めてマイルドな減少にとどめたという意味で、狙いが実現できているというふうに思っています。おかげさまで投資も活発で、税収も伸びています。人口は減ってますけど、マイルドに減っていて、民間の投資も活発です。お仕事を探していらっしゃる方は、ぜひおいでになっていただきたいというふうに思います。なお、私どもの町は、外国からいらした方は、ご宿泊のホテルのレセプションに行くと、路面電車無料のチケットが何枚でももらえるんです。ぜひ、そのために来ていただくと、なおありがたい申し上げです。それでは、その次にポイントを高齢者の対応をどうするかに絞りたいというふうに思います。高齢者は、すべての高齢者が弱者というわけではありません。ケアが必要なのはこのようこの領域の高齢者はどうしてもケアが必要ですね。元気な高齢者もたくさんいるわけです。ですから、その中間にいる、ちょっともう一度適度に運動したら元気になるとか、これ以上悪くならないというところに予算を使っていくことがすごく大事でだろうというふうに思っています。つまり、平均寿命と健康寿命の差を縮めていくことがすごく大事です。富山市の場合、高齢化率はこのように伸びています。29%です。私もこの中の一人ですが、もちろん私の両親もこの中にいる。しかし、ケアが必要な人の割合は、この6、7年、ほぼ横ばいです。高齢者が増えているけれども、ケアが必要な人の割合を伸ばさないということがすごく大事な取り組みということになります。で、細かく見てみますと、18% の人がケアが必要なわけですね、高齢者の人。しかし、65歳から69歳までは、これだけしかいないわけです。緑の人たちが。ほとんどの高齢者が元気なわけですから、このパーセンテージのまま年老いていっていただくと、ケアにかかる費用も小さくて済みますし、そもそも当該その人が幸福な老後を送ることができるわけですから、なんとか元気で暮らしてもらう。そのためには外出させることが大事です。今までは年老いてから骨を折ったり腰をぶつけたりすると寝たきりになるからなるべくじっとしてましょうというケアをしていたのを発想を逆転させてなるべく外出する、なるべく歩く、なるべく人と話をする、そのことによって認知症にならないということになります。したがってさまざまな取り組みをしています。まずこれは市の中心部に温泉を掘って、温泉のお湯で高齢者に、介護が必要な高齢者ではありません。もうまだその直前の人たちに、こういうふうに暖かくなったり、温度が冷めたり、圧力がかかったり、若者がこうやって運動したりということをやります。そもそも若いインストラクターが指導してくれるのを受けたら、どの高齢者も元気になるに決まっています。そもそも30年ほど水に来たことがなかったという人がここへ来るわけですから、それだけで元気になるというふうに思います。それから次に面白いのは、変わったやり方ですが、65歳以上の人に限り会員になれて、会員になるとこういう IC カードをもらいます。このカードでバスに乗ると、どんなに遠いても中心部で降りると100円です。帰りも中心部から乗ると、県境まで行っても1160円かかるのが100円で済みます。途中のショッピングセンターで降りるとまともに払わなきゃいけません。降りたいのを我慢して中心部まで来るということが、100円で乗れる。私は人を動かす要素は楽しいか美味しいかおしゃれだと思ってますので、このおしゃれの美味しいの中のお得感ですね。本当は600円かかるところを100円で乗れるからお得感があるから、お隣の人を誘ってバスに乗って街へ行ける。何にも買いたいものないけど、とりあえず街へ行ける。これがすごく大事です。その結果、全高齢者の 24% がこのカードを持っています。私も持っています。そして、毎日2700人が使っているわけです。
personas son las que los 11 usan. 万人高齢者がいますから、人が変わっても、それだけの人が毎日家からバス停まで歩く、バス停からバスに乗る、街へ出て行って街を回遊する、帰りもまたバスに乗って帰る。これが Esto quiere decir que generamos adultos mayores sanos y saludables y fuertes. Esto es lo siguiente que va a ser más divertido todavía. Cuando un abuelo va con su nieto, todo lo que vaya a comprar es gratis. Van al zoológico, la abuela con el nieto, los dos entran gratis. Y si va con la mamá, ahí la mamá solo le puede regalar un helado, pero la abuela sí le va a regalar por lo menos 3 helados, ¿o no? Entonces, estamos de acuerdo, ¿cierto? Si va la mamá al museo, a las 3, la mamá se tiene que ir porque tiene que hacer la cena. Entonces se quiere ir. Pero la abuela y el abuelo dicen, no, hoy vamos a ir a comer sushi. Entonces, ¿qué va a pasar? El abuelo empieza a aflojar el monedero y empieza a gastar plata y contribuye a la economía de la ciudad. El abuelo está contento, los nietos están contentos y mamá también puede trabajar en la casa tranquila y está contenta también. Así que, por supuesto, la plata que podría ganar el zoológico por las entradas se ve disminuida por este plan. Sin embargo, de todas maneras, el impuesto de la municipalidad también lo financia. Ahí no importa que pierdan, porque en definitiva ellos igual en el zoológico van a gastar plata. Así que acá lo más importante es que los adultos mayores salgan para que puedan tener una vida de adulto más feliz. Aquí, capaz que le cuesta un poco explicar, pero en todas las municipalidades siempre hay un espacio abierto en el que tienen como una placita. Esto es porque el gobierno ha trabajado en construir este tipo de espacios que sirvan de refugio o de centros de evacuación, por ejemplo, cuando sucede algún incendio. Pero la más usa, entonces no tenía una buena calidad. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? La ciudad puso plata para que pudieran tener una quinta. Y esto se le presta a las personas de forma gratuita. También se les dan herramientas de cultivo para que las personas puedan trabajar allí. Entonces los vecinos se juntan con un huerto y plantan papas. Y los niños trabajan en recolectar esas papas también. Van a sacar los pastos. Cuando salen las papas, después dicen hay que plantamos nabos. Y ahí van utilizando el sitio. En Japón había una ley que decía que podemos plantar flores, pero no se podían plantar verduras. Ahora trabajamos para que eso pudiera ser posible, entonces ahora sí se pueden plantar verduras en la ciudad. Esto es el poder de la comunidad. A ver, ¿qué es lo que están diciendo? La comunidad social. Eso nosotros necesitamos aumentar el poder de la sociedad y esto es lo que justamente logra estas actividades que estamos presentando. ¿Qué es lo que pasa cuando logramos todos estos objetivos? Aquí vemos una tabla similar a la que estábamos viendo. El 29% de las personas son adultos mayores, el 18,5% necesitan cuidados paliativos. Sin embargo, esas personas, el nivel de atención que requieren baja. ¿Por qué? Empezaron a surgir personas que sí necesitan cuidado, pero no paliativos, que no sean con personas con problemas de salud severos. Bueno, hoy no tengo mucho tiempo, entonces solo le puedo presentar un pedacito de mi ciudad. Sin embargo, nosotros tenemos muchas medidas tomadas con la población para que pudiéramos tener resultados en los números, como estamos viendo. Esto es importante evidenciarlo, porque cuando nosotros lo evidenciamos con números, la población nos sigue apoyando con las siguientes actividades. Así que, como muchos expertos ya lo han dicho, espero que puedan seguir trabajando en esta línea, porque vamos a tener una vida adulta más alegre y que los adultos mayores van a ser felices. En mi reloj me dice que tengo 2 minutos todavía. Cuando vine la primera vez por Santiago vi y dije, ¿me parece mi ciudad o no? 機会があればまた来たいと思いますので、お声をかけていただくと。ぜひまた招待してくださいと声申し上げております。
Le quedaban todavía 3 minutos, ¿ah? Así que muy bien, lo hizo dentro de tiempo. Ya lo acá es que les quedan 5 minutos para que puedan continuar, ¿ya? Esa es la indicación. Ahora es el turno de Janine Ventura, directora de Asuntos del Gobierno del Departamento de Envejecimiento de FTA de la ciudad de Nueva York, a quien también la recibimos con un caluroso aplauso. Buenas tardes. Despite my Spanish-sounding last name, I also do not speak Spanish, and that's because I'm Filipino. So a lot of my introduction was covered in the previous panel, discussing the World Health Organization's age-friendly framework, so I'll try to summarize past that. Is the presentation. If we can bring it back to the beginning. Thank you. Perfect. So age-friendly New York City, we were the first age-friendly city under the new certification process under the World Health Organization in 2010. And it is a public-private partnership between the Mayor's Office of New York City, the New York City Council, and our private nonprofit partner, which is the New York Academy of Medicine. And it is an interdisciplinary approach, as you've heard earlier. So, as all age-friendly processes in terms of a public-private partnership, it requires both state presence and involvement, as was mentioned in Argentina, and also what are the needs of older people on the ground. And so together that creates an age-friendly network. So the guiding principles are to, the growing older population should not be seen as a crisis. As we know, aging is a reality that all of us are facing, and it is more of an opportunity. What do we do in terms of the diversity and the large numbers of older adults? And so aging is a normative condition. It isn't something that should be seen as it's never happened before or it's a problem. And also it's important to involve older people in the process of deciding what is an age-friendly city. And also recognizing the vast differences in diversity among older adults. There are those who are frail older adults, but there are also many older adults who are 60 plus, etc., who are very active, still working, are more fit than I am. So all of these people should be considered in the aging and age-friendly networks. So this is a slide we saw earlier in terms of providing community services to ensure that the further that we can delay older adults from reaching below the disability threshold. These are also the 8 domains of an age-friendly city under the World Health Organization, which we saw earlier. And so these are the various funding sources for age-friendly New York City, which is a combination of the mayoral funding, the New York City Council, the New York Academy of Medicine Board, also private and philanthropic donations and contributions through foundations and individual donors. So in 2008, there was a report that was a needs assessment from the community discussing what is it that older adults need. And it was a lot of what we talked about earlier in terms of benches or in terms of transportation, etc., which led to these reports under the previous mayor. And these are the various reports between 2009 up until 2013. So some of the ongoing initiatives from the previous age-friendly initiative, the initial version, was to launch a New York City Falls Coalition, and which is a partnership with the Department for the Aging in New York City, and also with the New York City Department of Health and Mental Hygiene. And we also have a city bench initiative for those of us who are older adults and we're thinking about how walking between getting groceries and going to our house could be easy. But for an older adult, a bench makes a big difference in terms of figuring out where could be their resting place or making it easier for that trip. Senior Splash is another initiative where in New York City we have lots of public pools. And from these needs assessments, we found from the
community that lots of older adults didn't want to go to these public pools, who wants to go in with their lots of screaming children or what have you, and so it feels unsafe, or it feels older adults wouldn't have an opportunity to be able to use those pools. So there were special pool hours for seniors in New York City, and not only that, but also certain fitness classes, etc. Finally, one of the initial proposals under age-friendly was called Silver Alert. In the United States, there is an alert system called Amber Alert, and anytime there's a missing child, there is a massive notification that goes out. It's on destination signs, it goes through the radio, it goes through mass media, but for an older adult who has dementia or has cognitive impairment, and they go missing, there was no such alert. So this is actually one of the first pieces of legislation that impacted the Department for the Aging and as well as the New York Police Department. Under the current mayor, Mayor de Blasio, we have done a new and upgraded initiative under age-friendly. The first iteration were a lot of discussions with the community, etc., but also under this administration, we were looking at what are the opportunities that are happening and how can we build upon those past successes. One of those major issues is that we created comprehensive working groups led by the New York Academy of Medicine, and the disciplines included academia, architecture, media and culture, and then there are various working groups that were formed based on financial health and well-being, primary care, media and culture, public safety, and of course housing. So the Deputy Mayor for Strategic Initiatives in 2017 convened interagency working groups, and one of the discussions that we had with the First Lady of Chile earlier was meeting with all of the ministers, and that is something that happened in New York City because it is not just the budget of the Department for the Aging, and it's not just the role of the Department for the Aging to focus on older adults. Older adults is something that touches upon every single area, whether it's transportation, whether it's education in the United States, whether it's immigration. A lot of these issues, when you take care of older adults, it's also not only a public policy just targeting to older adults, but all New Yorkers in general. So this is a copy of the latest report, and this is the website. So now I'll just go into a couple of highlights. So one of the biggest increases that happened given towards age-friendly, because age-friendly in the first iteration was largely low or no cost initiative. But under this current mayor, the funding specifically for aging services increased by more than 50%. So that's an increase of about $80 million just since 2014 from the last year of the previous administration. And I'll go into a lot of the types of initiatives that funding has gone through. One of the initiatives is the Grandparent Resource Center. We found in New York City that there are a lot of grandparents who are taking care of younger children. And why is that the case? It's why aren't parents taking care of these children? And a lot of it is because due to incarceration, due to addiction, and we found that a lot of grandparents who are based in some of the neediest public housing or neediest areas that were also targeted by violent crime, etc., that the mayor allocated funding to provide resources to these grandparents in these 15 neediest areas in New York City. Health and social services, mental health has been a major issue for both the mayor and the First Lady. And the initiative that was released in 2015 was called Thrive NYC. And it's basically to shatter the stigma of mental health and the ability that a lot of seniors and a lot of people in general were not seeing themselves as mental health being an issue, refusing to recognize signs of depression. So under the Department for the Aging, we're leading 2 geriatric mental health initiatives, and one of which is to place actual mental health clinicians in senior centers. And we have placed them in 25 of the largest senior centers, reaching about 40,000 seniors every day. In addition to that, as we talked about social isolation earlier, there are lots of homebound seniors who need to be, who can't live, that have to be, that can't live alone and should have to combat social isolation. So what we established was a friendly visiting program, and where volunteers are trained to go to seniors citywide to visit them at home, at least on a monthly basis. Inpatient geriatric care is also something that has increased under this administration, one of which is a nursing certification system, which is called NICH, which is very specific to geriatric care. One of the public hospitals also established an acute care for the elderly unit,
at the Health and Hospitals facility in Harlem. And essentially, it's all age-friendly in terms of lighting, in terms of walkways, in terms of service. Because when you think of what a hospital experience, well, at least in the United States, what it seems like in the emergency department, what that is like for any person, much less an older adult. So this hospital is very specific to cater to the needs of older patients. Other health and social services initiatives include if you receive Medicare in the United States, so that is healthcare for seniors, there is an annual wellness visit that is actually highly underutilized, and this is the promotion of availing of this visit. And a primary care symposium to also highlight this issue was one of the initiatives as well. And then the New York Academy of Medicine, our nonprofit partner in age-friendly New York City, also established a healthy aging fellow section. Housing is one of the cornerstones of the mayor's agenda. And affordable housing is a major issue, I mean, from what we've heard from other channels, in cities across the globe. And in New York City, for seniors who are living on a fixed income, housing is one of the primary needs. So the mayor established initially a commitment for senior housing for 15,000 units and increased it to 30,000 units. On top of that, there are seniors who, of course, are vulnerable and are targeted, unfortunately, by landlords to be evicted, sometimes through unscrupulous manners. And so for older adults who are in housing court, or anyone who's in housing court and at risk of eviction, actually can avail of free legal services if they're low income and represent 200% below the federal poverty level. And while that is all people, not just older adults, 40% of older adults fall within that threshold. We also created an aging in place guide, which is a recommendation to landlords and building owners in terms of how to make their building more age-friendly and more welcoming to older adults. We're finding that, of course, the overwhelming majority of older adults and older New Yorkers want to live at home. They want to live in their communities. But there is a way in which their apartments might not be suited for their aging, whether it's stairs or no ramps or no elevators, or sometimes inside the actual apartment, whether things are too high to reach, or we just had a discussion recently about having to walk into a tub versus being able to step into a shower. These are the kinds of basic things that it is the duty of the landlord to ensure that these upgrades are made. And then this is a guide that we produced. Also, for those who are in rent-stabilized apartments in New York City, the original income eligibility for a freeze on your rent increases for those who are in those apartments used to be $29,000, which of course covered a lot of people, but not enough, and especially post-global fiscal crisis, where a lot of people who can live even on $50,000 is difficult in New York City, and especially for an older adult on a fixed income. So that income eligibility was made. Public spaces and transportation. So in public spaces, now New York City is the safest big city in the United States, and of course that wasn't always the case. And prior to that, historically, they had these huge wrought iron fences around all of our parks to prevent an intermediate, crime interdiction effort to prevent crime and to make it accessible, less accessible to crime and vagrants, etc. But now, the new commissioner under Mayor de Blasio has been working on this Parks Without Borders initiative. So by taking down these fences, and of course, imagine for an older New Yorker who's trying to access a park that is about a block long, to have to walk around the block and to have to find the entrance, it makes you not want to go to the park. So if you take down those fences, and there's access from every point to be able to just cross the street and go to a park, it also increases accessibility to walk. There are also multidisciplinary teams, which are these teams that are comprised of people representing various sectors to address complex cases of elder abuse. So elder abuse is very complicated in terms of involving law enforcement. It involves a senior that often doesn't want to report the case of elder abuse because they don't want to report their relative or report their loved one who might be stealing their finances or abusing them somehow. So these multidisciplinary teams originally were only in 2 areas in New York City, and it comprised of social workers, law enforcement, medical officials, elder abuse providers, and now it's expanded citywide under this name. Also, Vision Zero is another transportation initiative, and basically
what we were talking about in terms of older adults, even though they're not a higher risk of being involved in a pedestrian accident, older adults, when they are in a pedestrian accident, are at a higher rate of possibly being killed or severely injured. And as we saw in New York City, there are these hotspots for where there were a lot of pedestrian accidents, and many of which impacted older adults. So there was this campaign that combined both education of older adults in the community, whether it's at the senior center or at supermarkets or in a local park, and then on top of that, re-engineering efforts to ensure that these were safer intersections. So talking about caregivers earlier, New York City actually has one of the broadest human rights laws in the state of New York. And one of the protections that's included in H-Friendly was the caregiver human rights law. Given that of the many types of employee discrimination that you can face, and a lot of them are based on protected classes, so whether it's race or age, etc. What was being found was that people who were perceived to be caregivers were also affected. Is that my yellow card? So we're finding that a lot of caregivers were also at risk of being discriminated, whether they weren't being hired or whether they were fired, because they're seen as someone who's not able to be at work, not able to pay attention to their economic work, and always attending to being a caregiver, which is also unpaid full-time, more than full-time in many cases. So it actually made it illegal in New York City to discriminate in the workplace against the perceived or actual caregivers. And not only for younger kids, but also those caring for older adults and people. Also, older adult technology is a huge effort that is happening under this administration, and we've increased to 120 computer labs specifically for older adults. And then finally, there is the Sukasa initiative. And originally this started as a small program. In New York City, if it's hard to find space anywhere, everything is expensive. Any sort of plot of land is very expensive. So even for an artist or a cultural worker who is trying to find any space just to create art or to create dances or to do film or editing or what have you, it is you have to have that capital to be able to do that work. So there was this innovative program that started in the first iteration of H-Friendly, where senior centers were paired with artists. And artists could do their residencies at a senior center as long as they were running workshops for the seniors who are participating at the senior center, culminating in a community event. So that program was originally in like 25 senior centers, 50 senior centers, and now it's grown to more than 150 senior centers. And our network in New York City is 249 actually. So the city council actually took on this initiative and saw the great benefits of having cultural programming in senior centers, saw how it not only impacted the seniors, but the community at large, and of course was a promotion and a great experience for all the participating artists. So there have been various classes from Caribbean drums to bomba y plena for those from Puerto Rican cultural dancing. So there have been a wide variety of programming through Sukasa. So those are various examples of initiatives that can happen in the H-Friendly initiative that is launching here in Chile. Thank you. Agradecemos la presentación de Jenny Ventura, directora de Asuntos del Gobierno del Departamento de Envejecimiento de la Ciudad de Nueva York. A continuación, le damos la palabra al director ejecutivo de Estrategia Avanzada de Promoción de Salud del Ayuntamiento de Fukuoka, Japón, el señor Takuya Nakamura. Un aplauso para él, por favor. Hello everyone. 福岡市の中村と言います。数ヶ月前に沖田美代長官に日本でお会いしてお話をしました。まさか33時間かけてこのチリに地球の裏側からやってくるとは思いませんでした。我々福岡市のチャレンジについて今から少しお話をしていきます。
福岡市、日本で、5番目に人口の大きな、都市であり、かつ最も元気な大都市です。自然もいっぱいあります。四季があります。2000年の歴史があります。一応都会です。福岡市の特徴なんですが、主な、施設、例えば空港だったり、港だったり、鉄道だったり、都心部だったり、こんなものが半径2キロ以内、2.5 キロ以内にすべて集まっているコンパクトシティです。ちょっとここから元気な、なぜ福岡市が元気なのかっていうのを少し紹介します。国の人口はもうすでに減り始めていますが、福岡市の人口は毎年1万5000人ずつ増えています。人口の伸び率は、大都市で1番です。10代、20代の若者の割合も、大都市で1番です。スタートアップ、すなわち、開業率、仕事を始める割合ですね、このスタートアップの開業率も3年連続で日本の大都市で1番です。また日本で、唯一、開業するときのですね、特別区域、特別な許可を国の方から認められておりまして、いろんな法律の規制がを緩和することができます。経済成長も順調で、5年連続市税収入は過去最高を更新しています。これは福岡市の住みやすさを示したものです。住みやすいと答えた市民は、なんとすべての全市民のうちの 97%、過去最高です。あるシンクタンクが調査した成長可能性都市ランキングで、全国で1位。それから、国連機関で、アジアのモデル都市としても推奨されています。ここからは、人生100年時代について少しお話をします。これ、日本人の平均寿命なんですね。この90年で、男性は35歳ぐらい、女性は40歳ぐらい平均寿命が伸びています。今後まだまだ伸びます。ちょっと地理も調べてみました。高齢化の状況、これ60歳以上で少し調査をしてみました。なんと調べてみて分かったことなんですが、日本の高齢化のスピードとチリの高齢化のスピードってほとんど一緒なんですよね。傾きが一緒なの分かりますか？ただ、25年間、チリの方が遅いんです。だから皆さん25年間準備する時間があるんです。我々の成功事例、失敗事例、いっぱい勉強してください。さっきずっと福岡は元気だというお話をしましたと、そんな福岡にも、少子高齢化の波が起きています。これ、福岡の状況です。人口は、約150万。
65歳以上の高齢者が約 21%、100歳以上が約600人いらっしゃいます。これは人口構造ですね。2000年、2025年、2040年、赤い棒グラフが75歳以上ですね。75歳以上の方がすごく増えているというのが分かります。当然、高齢者が増えれば、ケアが必要な高齢者も増えていきます。それから認知症になる高齢者も増えていきます。福岡の特徴としては、一人暮らしの方が多い。これは若い方もそうですが、高齢者も一人暮らしが多いです。今後ますます増えていきます。じゃあどうやって対応していくのか。我々は2年前に、行政の総合計画を作りました。ここで目指す姿は3つ。生涯現役社会、地域の力、民間の力が引き出される社会、そしてアジアのモデルとなる社会。ここで一番大事なメッセージ、支えられる側から支える側へ。今までは65歳以上は一律に高齢者として支えられる側でした。我々行政が65歳以上一律に支援をしています。これからは、これ上が支えられる人、下が支える人です。65歳以上の方もできるだけ下に回っていただいて、意欲や能力に応じて、支える側で活躍をしていただきたいと思います。そして支援が必要なときには上の支えられる側に回っていただくということです。このために我々が具体的に、プロジェクトを、昨年の7月からスタートしました。この名も福岡100です。人生100年時代の到来を見据えた人と町どちらも幸せになれる社会を作るプロジェクトです。このポイントはですね、健康とか医療とか介護だけではなくて、住まいとか地域、あるいは働き方を含めて、広い意味での街づくりに、大学や企業や市民などと大きく効果で取り組むというプロジェクトです。3つの柱からなります。アクティブエイジング、地域の力、そしてインフラです。アクティブエイジングについては先ほど紹介しました、支える側でできる限り活躍していただくことを支援するということです。具体的にいくつかの具体的なプロジェクトを紹介します。一つは60歳からの生き方を改めて発見をしていただくアラカンフェスタというイベントをやっています。ここでは、レジャーだったり仕事だったりボランティアだったりあるいは保険証だったり恋愛だったり、こんなことをいろいろと皆さんに、知っていただきます。それからアクティブシニアによるトークショーなんかもここで、やって皆さんに楽しんでいただきます。続いては R60 クラブ。これはR60 が60歳代というアラワン60という意味なんですが、アクティブシニアが自らこんなことをやりたいということをですね、発表していただいて、それを実現することに行政が支援をするということに。それから、アクティブシニアが、一旦仕事をリタイアした後、さらに、仕事を始める、リタイア後に、仕事を始めることも支援をしています。なかなかですね、ホワイトカラーの仕事というのがありません。このホワイトカラーを希望する高齢者というのが福岡では非常に多いので、こういった仕事を我々が開拓をして、高齢者の方々とマッチングをしています。そ
それから、高齢者の方で起業したい、スタートアップの会社を起こしたいという方に関しては、そういったきっかけ作りとしてのセミナーなどを2つ目は、地域全体で支え合う仕組みの構築です。高齢者をこれ見守る、地域で見守る仕組みです。一番真ん中に近いです。一番近いところは、これは地域のお隣さんが高齢者を見守る輪です。2つ目の輪は、医療だったり、あるいは NPO だったり、あるいは見守りの企業のサービスなんか、サービスとしての見守りというのが大事そうです。そして一番最後、外側の層として、例えば、電気のメーターだったり、水道のメーターだったり、あるいは宅配で荷物を届ける業者の方々、こういった方々にも高齢者を見守っていただいています。こういうふうに複層的、重層的な見守りを福岡では取っています。それからこれは、高齢者の方の買い物支援を企業の方と地域の方で協力して行っています。企業の方はバスを提供していただき、地域の方がボランティアで高齢者の買い物を支援しています。それからこれは高齢者の方々が地域で、居場所を作るために、企業が商品、物品を提供し、地域がボランティアで運営し、商店街が場所を提供しています。3つ目の柱、ICT や IoT を活用したインフラ整備です。我々行政は市民の医療の情報だったり、ケアの情報だったり、健康診断の情報だったり、住民票の情報だったり、いろんな情報を持っています。こういったものを全部一本にまとめました。そういうことで、地域ごとにどんな病気がどこで多いのか、あるいは認知症の高齢者がどれぐらい増えているのか、あるいは将来医療費がどれぐらい増えていくのか、こういったことが予測できたり、シミュレーションできるようになりました。これは、市内のほぼ全域をカバーしている省電力の通信ネットワークシステムがあります。こういった通信ネットワークシステムを使って、認知症の方が徘徊される、歩き回るですね、徘徊されるものを、早期に発見する捜索システムを、今導入しています。これはちょっと細かいんですけど、スタートアップに力を入れていると先ほど申し上げました。具体的には我々はケアの分野でもスタートアップの方々にどんどん、サービスを提案をしていただいています。一番左側はトイレにセンサーをつけて、皆さんの毎日のおしっこの状態を分析します。おしっこの状態が悪くなってたら、スマートフォンにアラームが来ます。真ん中は、排尿予知といいまして、おしっこがお腹にどれぐらい溜まっているかというのを事前にお知らせしてくれるデバイス、サービスです。これ何がいいかというと、入所者、例えば病院に入院されている方なんかで、おしっこを漏らす前に、看護師さんがトイレに連れて行くことができます。一番右側は、これゲームのアプリなんですが、毎日皆さん、うんち、自分の大便の状況を、メモにしていただきます。でそれを毎日記録して、提出すると、ゲームが、次のステージに進めるポイントがもらえるというシステムです。最後に、誰もが外出したくなるまちづくりということで、ベンチプロジェクトっていうのを進めています。これは我々行政だけでは限界があるので、行政だけではなくて、
地域の人たち、これは土地を持っている人だったり、こういったベンチを増やしたいなっていう人たち、地域の人たちとか、あるいは企業の人たちも地域に貢献したいなと思っているような企業の人たちに協力をしていただいて、市内のいろんなところにベンチを設置するという活動を行っています。これによって高齢者なんかが参加しやすくなる、そんなプロジェクトです。人生100年時代を楽しみ、喜べる未来を、人と町、どちらも幸せになれる社会の実現へ、福岡100というプロジェクトを、進めているという紹介でございました。ありがとうございました。グラシアス。A nuestros panelistas que han viajado varios kilómetros y que se ajustaron al tiempo. En esta primera jornada, finalmente no tuvimos que mostrar ninguna cartulina roja, así que un aplauso para todos nuestros panelistas que han estado el día de hoy. Como decimos anteriormente, las preguntas pueden ser entregadas a los chicos que están de Senama, que están con la polera negra. A ellos les pueden hacer llegar sus preguntas, ellos las van a traer acá y posteriormente se las vamos a realizar a nuestros panelistas para que ellos puedan responder. Vamos a hacer las preguntas en español, pero ellos tienen sus dispositivos para que puedan ir respondiendo y recibiendo en simultáneo la traducción. Hemos ya realizado varias presentaciones en donde nos han hablado un poco de la importancia que tiene en la vida de las personas mayores de contar con amigables. Acá tenemos algunas de las preguntas. Vamos a ver aquí ya, estamos recibiendo las últimas preguntas para que comencemos entonces a escuchar la respuesta de nuestros panelistas. Acá tenemos la primera pregunta dirigida al alcalde de Toyama, que como ya nos hizo una invitación, le vamos a informar al alcalde que en el próximo verano vamos todos a su ciudad para conocer cómo es Toyama y qué tan amigable es con las personas mayores. Alcalde, ¿el transporte en la ciudad es privado? ¿Quién y cómo se subvenciona la rebaja para las personas mayores? Esa es la pregunta que le realizo. Transmisión それを民間が借りて運営をするという方式です。この結果、民間企業は固定資産税を払わなくていいですし、減価償却の対象にならない、つまり経営が黒字化するという方式です。Agradecemos entonces la respuesta del alcalde de la ciudad de Toyama. Y acá es uno de los desafíos que también se han planteado por las propias personas mayores, el cómo acceder a un transporte que también les permita desplazarse, movilizarse por distintos puntos de la ciudad de una manera rebajada. La siguiente pregunta va dirigida a Masashi Mori, que dice lo siguiente: dentro de la ciudad, ¿qué actividades además tienen intergeneracionales donde participen los niños, los jóvenes y los adultos mayores? 富山市では、小学校の授業が終わると、多くの高齢者が道路の角々に立って安全の見守りをやっています。これは無償でボランティアでやってますけれども、日本中で広がっている運動です。でこのことによって子どもの安全も守られますし、高齢者には生きがいを感じます。朝学校へ行くときは交差点ごとに高齢者が立って
事故が起きないように見守っている、こういうのが僕が子どもの頃からもう始まっていますので、例えばその仕事をボランティアで40年やってる、50年やってるっていう人さえいるくらい、全然関係ありませんけど、私の町では町の中の花屋さんで花束を買うと路面電車が無料になります。一体何のためにやってるか分かりませんが、おしゃれです。Entonces, cuando dejemos todos, vamos a llevar flores, ya sabemos. La siguiente pregunta es una pregunta abierta. Que es para nuestros panelistas, en este caso del Japón, que dice: ¿cuánto invierte el Estado japonés en las personas mayores? A lo mejor ustedes pueden hacer la diferenciación tanto por la ciudad como también por la región que hacía mención anteriormente Takuya Nakamura. 非常に難しい質問でして、直接的に国が投資しているということよりも、地方自治体に国が交付金を入れて、それを自治体ごとの判断で高齢者対策にたくさん使っているところもあれば、子育て支援にたくさん使っているところもありますので、それぞれの自治体ごとに違います。それともう一つは、40歳以上の日本国民は全員毎月いくらかずつ負担をしていますので、この負担の金額も自治体によって違います。ですから、弱い高齢者が多いところは、この40歳以上の人の負担が高いですし、元気な高齢者が多いところは安いです。したがって私がさっき説明したように、なるべく元気な高齢者を多く増やすという取り組みを日本中の自治体がそれぞれの支援でやってるわけです。そういう意味で言うと、福岡市も富山市も割合が低いです。どことはありませんが、近くに高いところはあります。La siguiente pregunta es para Ventura. Las políticas comunitarias de Nueva York, ¿cómo se acoge a las poblaciones migrantes que entre sus miembros, cuando entre sus miembros hay un adulto mayor? Concretamente, ¿qué se realiza para su mantención, para su atención médica, su alimentación, entre otros? So in New York City, so just quick statistics in terms of out of more than 8 million New Yorkers, 1.5, about almost 1.6 million are older adults. And so that's about 19% of the population, and among that, almost half of that population do not speak English as their first language. So they speak English, but their first language is from the countries that they're originally from. And so, and actually I think Spanish is the largest population in New York City. So part of the opportunity is providing culturally competent services. So that ranges from the types of programs that older adults would like to participate in, celebrating certain holidays that might not be celebrated in the United States, but it is highly celebrated in their culture. So in South Asian communities, there is a celebration of Diwali. There could be celebrating the Day of the Dead in Latino communities. So, but it also speaks across the board. So also in meals, for example. So there's an area in Queens that has a large Korean population. And even though we don't have a direct contract with home delivered meals to Korean seniors, there is like subcontracts that our direct provider will have with a Korean meals provider to ensure that those style meals are available to those seniors. So there's a great diversity in New York City, which is the beauty of being in that city. And a lot of it means that the government also has to ensure that those services are provided. Seniors are not going to avail of services that they don't like or want, or it doesn't speak to them. So that means we need to speak the language, that means we need to be culturally competent, and that means we have to provide the services that are catered to those communities and make sure that it's equally accessible to everyone. Agradecemos la respuesta. La siguiente pregunta dice relación con Takuya Nakamura. Él decía que
ellos nos llevan 25 años de ventaja respecto de los procesos de envejecimiento. Si pudiera hacer usted hoy día el análisis respecto de cuál sería el principal desafío o la prioridad que debiera tener el Estado de Chile para enfrentar esta temática. 健康が大事だというのはみんな分かってるんです。だけど今はまだいいかな、今は仕事が忙しいから、家族と一緒、家族の時間が大事だから、親の介護があるから、ケアがあるから、いろんな理由で自分の健康は2の次3の次後回しになっています皆さん。だけどその間に徐々に体の状態が悪くなってるんです。それを何度我々行政が言っても、だけど健康は自分はまだいい、まだ関係ないって皆さん思ってしまうんです。我々が健康のイベントなんかをやって参加していただける方っていうのはもうすでに健康な方なんです。なので我々の課題は、健康に関心があるけどまだ行動ができてない人たち、その大半の人たちにどうやって楽しみながら気軽に我々が健康と言わずに結果的に健康になっていただくか、そういうプロジェクトです。でこれは行政だけではできません。企業のいろんなアイデアだったりサービスだったり商品だったりこういったものを活用して、そしてまちづくり全体で、思わず歩いてしまう、そんな街を作っていくことが大事だと思います。それが今からの我々の大きな課題です。Le brindamos un fuerte aplauso a este panel, a cada uno de los profesores que nos aportaron varios kilómetros para contarnos sus experiencias en este caso positivas, que hoy día han avanzado hacia una ciudad más amigable con las personas mayores y donde le ha permitido también justamente a este segmento de la población mejorar su calidad de vida. De esta manera nosotros los dejamos cordialmente invitados para la jornada que se va a realizar el día de mañana. Por lo mismo, les quiero contar algunos aspectos importantes, los cuales es importante considerar. Por favor, se les ruega que el día de mañana puedan traer sus acreditaciones. Y el día de mañana el seminario va a tener un cambio de formato. Por lo cual voy a dejar con ustedes a Luz Lyon para que les cuente un poquito acerca de esta novedosa temática. Bueno, la invitación para mañana es a tener una mirada a través de todo el país. Vamos a primero reunirnos a nivel de las regiones, nos vamos a sentar con la región que más nos representa, vamos a tener una conversación a lo largo de la mañana con nuestros expositores, planteándonos preguntas y teniendo una reflexión entre todos, pero sobre todo con carácter regional, con carácter local. Queremos darle algo muy importante para las ciudades amigables que tengan su foco puesto en las necesidades de cada localidad. Por la tarde vamos a continuar con las mesas de trabajo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Nos vamos a reunir ahora intersectorialmente. Van a estar tanto alcaldes, representantes de las distintas comunas, personas de la sociedad civil, adultos mayores y también personas más especialistas en las distintas temáticas de los 8 ejes de los que venimos hablando hoy en la mañana, para poder empezar ya a pensar en propuestas, soluciones, ideas, qué podemos hacer en cada una de nuestras ciudades, desde cada una de nuestras realidades, para continuar trabajando como ciudades amigables. Así que la invitación queda hecha, nos vemos mañana a las 8:30 de la mañana aquí, más temprano hoy, hasta mañana, así que nos vemos. Muchas gracias. De esta forma los despedimos, los dejamos cordialmente invitados. Mañana a contar de las 8:30 comienza la acreditación, para las 9 entonces dar inicio al segundo día del seminario. Que tengan una excelente tarde y que puedan disfrutar de nuestra ciudad.